はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、最近の報道では、SEC 職員が非通信プラットフォームを使用して公務を行って、連邦記録保存法を遵守していないことが指摘されていますということですね、ツイッターの方で配信の方あります。こちらがですね、共和党下院の司法委員会の公式ツイッターの方でツイートの方がされてました。で、これでですね、この方たちに回答を求めてますっていうことですね、ツイートのされてまして、その中でね、このトム・エマーさんって方がね、ミネソタ州の第6区のですね、下院議員のトム・エマーさんがですね、答えられてて、SEC におけるゲンスラー委員長の体制は、規制のあり方に関する不誠実さと一貫性のなさが特徴であると。ゲイリー・ゲンスラー氏が民間企業に勝つのと同じ透明性の基準を自分自身に課さないのは許せないということですね。ですので、どういったことかというと、その配信がね、連絡のやり取りが見えないところでね、行われている可能性があるということに対してですね、透明性がないということで、指摘の方をされています。で、この方もね、有名なインフルエンサーの方ですが、SEC の元職員によると、この非公式のコミュニケーションは何年も前から組織の文化の一部になっていたそうですと。この人物によると、ジェイク・レントン前の SEC の議長は、メールまであって、情報公開の抵触を避けるために個人アカウントを使用することを好んだということですね。昔からこういったね、文化みたいなのがあったそうです。で、弁護士のね、法律家のね、ジョン・ディートさん、の方もコメントしてて、この件に関して議長はどのような対応をされているのでしょうかということですね。で、同じく SEC から訴えられている LBRY のね、プロジェクトになりますが、これはね、アメリカのブロックチェーン業界を破壊するキャンペーンの一環として、SEC は電話で彼らと戦うなら破産させると脅したのですと。SEC は電子メールでのビジネスも通話を録音することも拒否しています。私たちは、文字通りの犯罪者たちからより公平に扱われてきましたということでね、ちょっと皮肉が入っているような言い方でツイートをされてました。はい、これがまず一つ目で、で、二つ目に関しては、またまたね、アミカスブリーフが出てきました。もうこれで11個目ですね。10月に入ってからもう11個の企業がね、アミカスの方を提出されてます。アミカスっていうのは何かと言いますと、第三者の意見のね、陳述書で、リップ社をね、擁護する、文面になります。で、クリプとイリアン、ペイメントシステムは、SEC の略地完結申し立てに対するリップ社の反対意見を支持するアミカスブリーフ、第三者の意見陳述書を提出するように要請していますということでね。で、内容の方がこちらになります。クリプトイリアンは、小売顧客、会員にですね、オンラインデジタルウォレットサービスを、で、商業小売の施設、加盟店には商業ウォレットサービスを提供していて、で、両社は従来のクレジット、デビット、ストアバリューカードを使用して購入するのと同じように、カードを読み取ることによって、デジタル資産の暗号資産を転送するようにできるようになっていますと。で、クリプトユニアンの本件に対する関心は、同社がカード保有者に保管と加盟店への、転送を許可している6つのデジタル資産の1つが XRP トークンであることを気にしていますと。で、クリプトユニアンはそのプラットフォーム上で通常のカード購入と変わらない方法で XRP 取引の処理を可能にするために多大な時間、努力、資金をこれまで投資してきたと。で、クリプトユニアンは XRP の台帳ブロックチェーン技術を使用してこれを実装していて、これについての知識はなく、またそのような技術もありませんと。だからそのためにね、知らないものに、多くね、お金と時間を投資してきたと。で、まず2021年の9月にテスト用のプラットフォームとして設立されたクリプトリアンは、顧客と加盟店の間で何百もの XRP トークンを代表する何百もの取引、何万もの XRP トークンを代表する何百もの取引をこれまでね、処理してきたと。で、裁判所は今回のように、当事者の弁護士が提供できる支援以上にアミカス第三者の意見書が裁判所を支援できる独自の情報または視点を有している場合に関しては、アミカスブリーフは原則として許可されるべきであると認識していますと。だからこれからね、アミカスを提出しますけれども、それはね、許可されるべきですと。
で、実際アミカスキュリアのブリーフィングを、許可する主な理由は、アミカスキュリアが当事者から得られない見識を提供して、それによって法廷を助けることであると。で、そしてアミカスの役割は、一般大衆の利益に影響を及ぼす事件において、裁判所が正しい決断を、下すことを支援することであるということでね、各どこから引用しているっていうのもね、載せております。で、SEC がこの訴状で勝訴した場合に関しては、クリプトイリアンのビジネスに大きな主張を引き出すだけでなく、同社の顧客の多くが知らず知らずのうちに同法の違反者となる可能性がありますと。なのでこれはね、SEC の方が二次販売に対しても規制をかけてるんですよ。だから第一にマーケットに売るもののエクストラ B じゃなくて、それを買ってまたそこから販売した人もね、全部が、有価証券になるっていうようなね、枠組みで規制しておりますので、そういったね、可能性があると。クリプトイリアンは裁判所が略式判決を求める対立意見の解決に役立つ独自の、観点を共有できるため、裁判所が準備書面提出の許可を与える裁量権を実行することを、慎んで要請しますと。だから裁判所がね、認めてくれるだろうとね、提出をね。で、クリプトイリアンはデジタル資産技術の開発者として、また取引、投機、投資を伴わない暗号サービスのプロバイダーとして、この問題の結果に強い関心を持っていますと。さらにクリプトイリアンは普通のアメリカ人や非オンラインの小売サービス業による日常的な暗号通貨の使用に関する現実世界の資料を、これもまた、証券関連の活動と一致しないような方法で法廷に提出できる唯一の立場であると。だから実際のやり取りがね、これが証券ではないということをね、方法で、提供できると。で、SEC は、2022年、11月15日が期限の回答書で、クリプトイリアンのアミカスブリーフに対応する十分かつ、公正な機会を持つことになるので、この要請でもしこれが通ったとしても不利益を被ることはないということですね。配信のされてます。で、YouTuber のね、インフルエンサーのクリプトさん、エリさんですね、どんどん来てください。記録更新が楽しみということで、もう何つ目なんでしょうかって、前回のね、アミカツの時にね、発言されてて、興味を持ってるね、記録更新が楽しみということで、で、このね、デイビッド・シュワーツ CTO もね、この、ことにコメントしております。準備証明はもうどうなっているんだということで、もう何つ目だっていう形の話かと思います。で、YouTuber インフルエンサーのトニー・エドワーソさん、シンキングクリプトポッドキャストのね、オーナーになります。おい、ゲイリー・ゲンスラー、寝る前にこれを読めようと結構ね、強気の意見で話してます。で、ムーン・ランボさん、これも YouTuber の方ですね。SEC 対、リップル訴訟の事件のアミカスブリーフ11個目ですと、これだけ多くの第三者が SEC に反論しているのは、トーレス裁判官にとっては衝撃なことだと思われますということでね。で、ビルさんの方もね、コメントされてまして、最初の10のアミカスブリーフから、リップル社の反対ブリーフがなくても、裁判所が SEC の略式判決申し立てを却下するのに十分な事実と法的、論拠が、組み合わされているようですと。今まで10個提出されて、いろんなね、角度から、リップル社は擁護してるんですよ。だからそれを見るだけでも、もうね、法的論拠が組み合わされているようなもんですよね、と。で、SEC はより多くのブリーフが後で来ると、その略式判決の時に、その返信のブリーフをまたね、作るために日付の延長とより多くの遅延が発生するため、で、ページ数も増加するため、その根拠をね、さらに明らかにするということで、そういうことでね、ビエさんの方も答えられてます。で、ここまでは直近の情報になりますが、ちょっとね、結構びっくりするぐらいアミカスの方出てきてるんで、今後もね、なんか連邦最高裁まで行ったのが最高記録らしくて、それが78個だったらしいんですけど、今回の訴訟レベルでこれだけのものがね、出てくるっていうのはね、大変珍しいものだっていうことでね、ジェレミーさんね、YouTuber の方が、おっしゃってましたが、だからこれからね、また大きくね、略地判決までにね、出てくる可能性ありますので、僕の方でまた出てきたらね、細かくまとめて、配信をしていきたいと思います。で、僕の方はですね、今、リップル関連、SEC 関連、フレアネットワークス関連、あとはね、ダップス関連も全部ですね、情報の方をまとめておりまして、できるだけね、毎日動画の方も配信できるように頑張っておりますので、よかったらまたね、次の動画も見ていただければと思います。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。